レギュラーのドジョンです。今回はナビ VS トライブゲーミングということでね、超豪華マッチングですね。こちらの大会の方がね、ちょうどベスト8になってるんですけど、ライブで撮影してたんですけど、途中でちょっとメモリーがね、USB メモリがね、飛んでしまいまして、前半戦部分がね、データ的に残ってないのでね、前半戦だけは録画で撮影したものが当てられています。はい。後半からはね、ライブで撮ってたやつと合流していくと思います。というわけで早速やっていきましょう。やっていきましょう。先行ナビの方からピーカス。ルートライダーですね。オーバーグロ型。弱体化入ってもね、変わらずそのまま採用されていったというところ、東海平ジャとクイーンで両サイドをカットしてよく見る形ですね。真ん中にルートライダーバリキリを発進させつつ、一気のトームから入っていきます。オーバーグロー結構タウンホール反対サイドなんですけど、今回なんかタウンホール隠すとかの要領ではなく、真ん中を隠すやり方でやっていくようですね。もはやタウンホール隠すというよりは、超高火力施設をね、最初隠していくっていうやり方として、もう、そういう使われ方のようですね。タウンホールだから隠すとかそういうわけではなくて、シンプルに火力の高いところ、中央部分を消していくというやり方で、外周部からまずは削っていくと。この配置もあれだね、世界大会予選というか、あれはウォームアップか、ウォームアップの時に使われてた配置ですね。さあ、ここルートライダーが最後に穴開けてくれた。キングのためにめっちゃいい穴開けてくれたな、それ。バカ強い。ガントレットでここはマルチモノリスをへし折っていきつつ、中央部分にロイヤルチャンピオン合流して、クイーンは黒く打ってタウンホールへもう一回フリーズ打てますね、これ。強。フリーズも余ってるんですけど、ここは打たない、もはや。ここで打っていく。からスケルトンとかも回収出しつつ、全開ガーサスタイムも早い1分20秒ほどの全開です。ナイス全開。さあ続けてトライブゲーミングですね。こちらもオーバーグロー型のルートライダー編成ほぼ変わらずというところ。配置に関してはタウンホールが真ん中なので、今回はタウンホール隠すやり方で入るのかなと思います。さあストライカーとかもいろいろ巻きつつ、トームはここはかけずに、まずは我慢の時間ですかね。ここトーム使わずに、ここちょっとユニット離れそうになった瞬間だったので撃ったって感じかな。防衛施設がこのね、祭壇ゾーンに入ってなかったっていうところで、ルートライダーはガンゾレしましたね。もう本当はまっすぐね、マルチ IT とかをターゲットするように内側に入ってくれるのが一番良かったんですけど、リカバリでここロイちゃん出したんですけど、リクスケに釣られてだいぶ流れてますね。で、ここ中央も仕方なく、オーバーグローを使って隠していきますが、どうでしょう。キングにはポイズンリザード採用してたんですね。ここ援軍のね、こういうスーパードラゴンとかそういうのを対策するために入れてたと思うんですけど、ちょっとそれは不発に終わりつつ、これガントレットも使っちゃったのと、おっとレイジに自分で撃ったやつだよね、これ。タウンホールの方がこれは撃つことができなそうですね。やっぱ初動の防衛施設をガンスルーして進んでしまったところ、今のは多分レイジタワーの解除を狙ったガーゴイルっていうところと、防衛スーパードラゴンが無双しましたね。ロイヤルチャンピオンだったりウォーデンとかがね、ワンチャンスーパードラゴンを処理してくれそうなユニットではあるんですけど、フローズンアロー強すぎない一生も乗り継いでなかったな今。さあここタウンホールの方はクランジョが先、ユニコーンが焼かれて、どうだタウンホールが、いやー、星1スタートえぐい。めちゃくちゃ嬉しい防衛ですね。こうなっちゃえばもう勝ち確レベルな、あれになりますね。さあ、カズマくんラバル珍しいですね。コウモリ2発とか入れつつっていうところでございます。ガーゴイル18体と、かなりタイムも意識した編成を入れてきたのかな。っていうか、カズマくん自体の攻撃順番結構早いね、いつもよりね。さあ、ウォールブレーカー入れつつ、テスラが出たのでバルーンとかも当ててあげてっていうところ。さあ、ここはクイーン速攻のクロークでインビジブルタワー2つを解除していって、ラバストライカー1機のトーム。強い。インビジブルタワー解除いいっすね。さあ、ここから削れたところとか見て、6時からラバルも追加しつつ、スニゴブラバですね。タウンホールが落とせるセットを入れていきつつ、12時クイーンはもう割とね、インビジブルタワーの解除を目的とするためだけぐらいだったんでね、そんなに破壊は望まずっていうところで、初手でクローク使っちゃうところもあるからね、ジャイアントレベル、アローのレベルはもうレベル1と。レベル1ですね。
で、シングル IT とモノリスっていうところをコウモリとスケルトンを使ってね、ゴリゴリに固めていこうということですね。で、アイスゴーレムを固めるためにもいい感じでフリーズ打ちましたね。いやー、これうまいなー。アイゴレと防衛説を一度に固めつつ、ホグライダーも生み出して、残ってたレイジと、めちゃくちゃ余裕ですね、この前回。うまーい。ガーサス。さあ、クロノス、こちらもルートライダー編成。タイムも相当速いですね。バルキリーで一応テスラチェックみたいなところね。テスラとか罠を外周部に置く人も最近増えてるんで、こういうところしっかりバルキリーとか通してチェックしていくの割と大事ですね。10日弊社とかが速攻で割れちゃうのめっちゃもったいないからね。シューターとか10日弊社はね、しっかり守れるなら守った方がいいので、いいチェックかなと思います。さあ、ここレイジといいトーム。で、ここでタウンホール隠すためのオーバーグロを入れて、援軍に関してはアイスゴーレムと、リクスケとかもここもいいポイズン入ってますね。防衛のクイーンにも入れてるのがこれうまいところかなと思います。ストライカー届いていって、しっかりこれはクイーン処理まで行っていくと。このね、クロノスのやるルートライダー編成、しっかりね、ストライカーめっちゃいいタイミングで投げ込むことが多くて、ちゃんと処理できるのがうまいんですよね。タウンホールがここで起動というか見えまして、ユニットの方がどうなるかですが、ここはオーバーグローで中央の方に戻ってって、ジャイアントガントレット。これが大事ですね。タウンホールでしっかりジャイアントガントレットを残しておいて、合わせてあげるみたいな使い方。これめっちゃ速いし強い全開ですね。お手本のようなオーバーグロー型でした。クイヒールートライダー。点差もついたんでね、楽な編成を取っていこうという形ですかね。クイヒーを展開しつつ、シューターを3時に置いていきという展開です。いやーね、これもね、初っ端からね、取ろうと思ったんだけど、途中でね、メモリが壊れちゃって、マジで、PC ぶっ壊れたかと思ったわ。危なかったー。さあ、ここは、フローズンアローのギアは何レベかな ?27 レベということでね、インビジブルタワーが発動する前にね、今までのあれより DPS が高いので確定数も落ちて、先に壊せることができましたね。今までだったら多分モノリスのところを落とすことできなかったと思うんですけど、先に壊すことができてと。で、ポイズンでアイゴレが寄ってくるまでの時間をちょっと遅らせることで先にダウンホールも破壊。フローズンアローね、DPS 上がるのも強いっすよね。地味だけどね、確定数とかが変わるレベルで火力が上がるのはね、かなりな長所かなと思います。さあ、ここは、レイジを置いてシューターの方も綺麗に進んでくれてというところ。ただ前回を取るだけということになればね、かなりレベルも、とかね、必要な、あれも下がりますからね。めっちゃ強いな、それ。タウンホール、そんな綺麗に内側入るんだ。フローズンアローって、結構衰弱能力も強いところもあるので、レベルそんなに上げなくていいかってね、止めてる人もいると思うし、僕もね、17レベと27レベがなんか、衰弱能力的にはそんなに変わらないやつみたいなね、ツイート見てね、上げる必要ないかなと思って止めてたんですけど、最近、DPS を上げることの大事さに気づいてね、最近レベル上げをね、また始めましたというところです。中心部、このトムめちゃくちゃ強いっすね。今の環境はやっぱ星1になるかどうかね、リスクのある攻撃で時間を取りに行くっていうところで実際に星1を取っちゃうともう、後発でね、こういう相手の時間を無視して、ゆっくり確実に取れるプランをね、出せるっていうのはめちゃくちゃ強いですね。キングパートもかなり強いし、シューターも3時大きく削ってくれたんでね、ルートライダーのルートもできて、あとは勝手に進んでくれるのを待つだけですね。ロイヤルチャンピオン能力解放して、ヘイストホグ。あとはインビジブルとかバルーンとか残ってるんですけどっていう状況です。ロイヤルチャンピオンが素早い速度で駆け抜けていきつつ、回収です。時間どうでもいいですからね、もう。いや、星1防衛めちゃくちゃでかいね。ナイス全開。防衛できた強みっていうのをね、前面に出した前回かなと思います。バーサス。ネブラックススーパードラゴン。最近だとね、ライドラッシュとかを使ってるのを見ましたが、スーパードラゴンの採用ですね。スーパードラゴンも普通にね、ドラゴン系の中でかなり強いユニットの部類。地味だけど以前強化も入ってましたからね。ボンマーをサイドカットとして置きながら、クイーン、バルキリーと置いて、スーパードラゴン真ん中スタートという形で、タウンホールの方は特に
クイーンの方で拾いに行くようなことも考えてるのかな、これは。配置クロスのターゲットがね、クイーンに入るのがちょっとめんどくさいなって感じにもなってくると思うので、そこはどうケアするのか。さあ、ここはドラゴンライダーが2体ボマから出てくるような形。先に対地クロスをね、そうですね、スーパードラゴンパートで降りつつ、安いモノリスを止めれるところ、強いですね。さあ、レイジをそこに置いて、モノリスもタンクしていく。スーパードラゴンかなり綺麗に進むことができて、クランジョーの方もこれはケアができそうですね。イーグル固めつつ、タウンホールもなんならこれ、スーパードラゴンの方で落とすことで、クイーンはただ外周を削るだけの役割になりました。めっちゃ美味しいけど、ただタウンホールに寄ったことによって逆にイーグルの方に向かわなかったので、イーグルずっと残りますね。まあタウンホールクランジョーが残るよりはイーグルが残ってる方がまだマシかなって感じではあるんだけど。どうだろうな。クイーンクロークでタウンホール取れるなら別にイーグル折れた方が良かったんかな。ただこっちもね、防衛側もしっかり対空砲内側に寄せてることでね、まあ、ドラゴン系に対してある程度強くなってるっていう配置ですね。前もね、ドラゴン対策に結構対空砲を真ん中に寄せるっていう対策がね、タウンホール14、15の時に流行った対策の配置ですよね。あとは呪文がめちゃくちゃあるんで、まあ、キングのターゲットを外にスケルトンのとこでおびき出すのかな。あ、3時起きましたね。これ3時ここに置いてどうすんだ。まあ、一旦ここは、フリーズで、フォックスも滅接、第1クロス。ここヘイスト薬ですね。レイジにも乗ってることによって、キングの方の処理もできつつ、クイーンもヒーラー生み出して、最後、壁を破ろうというところ。フリーズも一発残って、ロイヤルチャンピオン回収していく、ガーサス。ヘイスト薬ドラ系も強いね。最後の締め。オグヘイスト。ツーサイドかとかドラとかね、単品で動かすことは、時が多い時はヘイスト薬っていうのもいいのかなとは思いますが。ナイス展開。さあ、ホッサンは、天才ラバルですかね。ロイちゃんにも巻き込めるタイミングで打っていって、ロイヤルチャンピオン落とされていく。めっちゃ強い。クイーンを3時置きつつ、バルーン。これはオデンゾのターゲットも取れるタイミングで投げ続けてるのがうまいですね。ボールブレーカー一つ取ってもね、初手でポンと投げるんじゃなくて、クイーンが被弾を受けそうな時に投げることによって、まあ、ここの、守っていくみたいな使い方がいいですね。ここはキングに当てずに、フローズンアローのみで。まあ、時間はかかるけどね、処理はできるので、まあ、ユニットのストライカーの方を温存するようなやり方でいきましたね。まあ、クイーンに対してそうなると、ストライカー5枚になるので、ロイちゃんはね、天才で落としてるから、まあ、1体ぐらい投げてもいいのかなって感じはあるんですけど、かなり多めに持ってきたね、5体は。なるほど。で、ここウォールブレーカーつけていくと。これあれか、シンクロニックがジャンプでやってたルートライダーの配置か。ここキングジャンプで飛ばしてましたね。クイーン祭壇のところ、前はね。ウォールブレーカーとか特にないんですけど、祭壇を祭壇じゃないや。外周切ることにそっか。壁開いてないよね。なんか透明化してるように見えるけど。重なってるだけね。クイーン黒、これ、ストライカーいらなくなったけど、必要だったのか、このストライカー5枚は。さあ、ラバルパートスタート。かなり綺麗にヒーローパートも組み終わりまして、ラバルパートがスタートしてきます。ラバ1体目は罠回収、しっかりトルネード回収しつつ、追いの本命ラバハウンド通して、なんかすごい固まってんな、あいつ。トルネードで固まりましたね。で、ロイヤルチャンピオンとドリルの方を反対サイドから挟み込むようにスタートしていきます。ちょっと投石マルチ真ん中のハイダメージコンビが残りましたね。まあ、ただここはラバルの方6時からも入れつつ、合わせてこっちからラバが飛んできた際にバルーンを残してるっていうイメージかなと思いますが、中心部の方はね、ドリルとロイちゃんもまだ残ってて、フリーズ2発残してるので、まあ、ロイちゃんはね、ここで背後に捕まるんですけど、なんならもう、禁止のバルーンだけでだいぶ中央突破してくれましたね。あれの状況でマルチ IT も突破してくれて、対空砲にしっかりこの辺バルーンとか合わせて出しつつ、ロイヤルチャンピオンのね、ホグとドリルも合流しまして、数で押していく展開が取れております。なんか12時間取ってすら出てるんですね。なるほど。
よ。まあ時間使っていいから全開取ってよみたいなことをね、ナビのメンバーに条件として与えられたらこうやってフリーで全開取れちゃいますね。力ですもこちらは71点差。まあ、対戦相手の方も別にもう急がなくて良くなったんでね、まあ、好きに全開を取れるような状況になりましたと。まあ、結構ね、うちの視聴者さんとかにもたまにいるんですけど、この状況になった方が楽しいみたいなね。ルートライダーで時間をみんな競うあれよりも、こうやって落ち着いて自分の好きな戦術で全開を取りに行く方が見てて楽しいって人もいたりとか、まあ、逆にここは、なんだろう、普段見れなかったから時間勝負のアタックも結構楽しいっていう、なんか、今の環境はそれはそれで楽しんでる方もね、まあ、視聴者目線でもやっぱ、いろいろ見えてくるところが変わってきたところですよね。まあ、キングでタウンホールは目指してると思うんですけど、これなかなか、ジャイアントガントレットを切るの難しいですね。そうですね、いいタイミング。さあ、ここはモノリスとかに渡りつつ、トルネードとかあったらね、めんどくさいところであるし、ですけど、ここしっかりタウンホールの方に向かうことができます。ジャイアントガントレットの弱点ってトルネとかポイズンタワーとか、あとはストライカーとかなんですけど、今の環境、防衛ストライカーが対戦で出てくることがほとんど少なく、まあ、アンチャンあるならトルネードとかかなと思うんですけど、そこはヒットしなかったですね。で、ロイちゃんとウォーデンを反対サイドスタート。9時の方はボマーだけで突破させるための予備ラバル。うまいね。挟み込んで、9時パートウォーデンなしで進ませるのうめえな。これ、ボマーがめっちゃ生きてる。ボマーの延命にもなってますからね、これ。ラバルパート超うまい。で、ロイヤルチャンピオンも挟み込んでることによってスルーした投石とか全てね、ロイヤルチャンピオンが回収してくれて、ホグ追加して、この辺はシングルのターゲットもブラしたいみたいなイメージも入ってるかなと思います。シングルモノリスのね、ターゲット取ってというところ。ヘイスト薬も入ってたので、ここはシングル IT を先に降り切ることができつつ、ラバハウンド最後モノリス集合、トルネードは裏にありましたという状況。バーが強いな。うまいね、これもね。レジェンドリーグとかでこういうボマーやってんだろうなっていうのも見える、いい展開だったかなと思います。ボーデンパートってやっぱりね、ボマーとかと一緒に動かしたくなっちゃうところ、我慢して逆サイ強いですね。さあ、クラウス、ルートライダー、バルキリー編成にスーパーバーバリアン入れた形、10日弊社型ですね。ローク最速で打って、ここはヒーラー生み出しつつ、12時の方からここは10日弊社で真ん中ルートライダーという形。前もこういうボックスっていうか、ダイヤ陣をボックス陣に見立てて斜めに入っていくやり方をしてましたね。クイーンの方はフローズン、フローズンやっぱ17で止めてる人もいるね。俺も17で止めてたんだけど、クイヒーするならさすがに上げるべきかなと思って上げましたね。外周部にはね、残しておいたバルキリーとかもちょいちょい使って、この辺がうまいところでね、ナビのね、ルートライダー編成の中でも、クラス結構特にね、レジェンドリーグとかでもこの編成やってるみたいで、バクとかもそうみたいなんだけど、しっかり全部出さずに残しておくっていうところがね、臨機応変に。サービス終了編成とか、ユニット全部出しちゃう系の編成手元に残さないとリカバリが効かないんでね、こういう外周部のちょっと触りづらいところとか終点になりそうな防衛施設に対して触ることのできるユニットを残しておくっていうのはめちゃくちゃいいですね。さあ、ここもヘイスト薬ロイヤルチャンピオンが中心部大暴れしてタイムの方も相当速い展開になりそうですね。この状況ですらかなりタイムも意識してというか練習みたいな速度の攻めをぶち込んできましたね。1分半を切る形での全開ガーサス。さあ、最終アタックヨーヨー。スーサイドラバル12時キング展開しつつ、ウォールブレーカー12時キング入れて、クイーンサイド入れてという形になるかなと思います。さあ、タウンホールに突撃感を合わせるようなやり方で入れてきますね。
ツーサイドも強いね。これ、ラバハウンド、トームしっかりかけつつ、6時の方ロイヤルチャンピオンさしつつという形で、3ホール落としつつ、いや、キングもまだ生きてるね。突 EAT も強い。ヒールをね、呪文として採用してるところも面白いところかなというところで、裏はしっかりおでん像をタンクさせるためのジャイアントから、この辺も全開だけはね、目指すようなやり方だと、やはり皆さん、うまいですね。10分の9全開で、まあ星1がなければね、絶対にもう時間勝負になるような展開になってたのかなと思いますが、さすが。ガクとかゆっくりね、前回取りに行った割にも1分51秒とね、1分切るタイムでナイス展開だったかなと思います。はい、というわけでね、終わりました。15対13で圧倒的勝利に終わりましたということで、まあ星1スタートをね、対戦相手になってしまったとなると、まあこっちからすればもう時間かけていいよっていう状況になるので、かなり安全に試合運びができるのかなというところで、やりやすかったところかなと思います。まあ、トライブがね、ここで倒すことができたので、まあ、ベスト4進みますが、もうトライブがいないとなると、ちょっと気は楽になるのかなとか、こんなことを外から見てると思ったりしますが、はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、レシピのします。また次の動画でしましょう。さよなら。